今、んです、んですかの動画を撮り終えたところで、ちょっと感想を話そうと思います。この文法、私が日本語教師になりたいって思ったきっかけでもある日の時の授業なんですよ。えっと、僕が日本語教師になりたいなとか、日本語教育が面白いなって思った時って、大学3年生の時のボランティアなんですね。一番最初行った時に全く何もわからないから生徒さんと一緒に見学しててくださいって言われた時の文法がこの「んです、んですか」だったんです。この授業を聞いた時に日本語面白いなと思って、自分がいつも使ってるし「んです、んですか」を間違えたことなんてないけど、でもそんな意味があって使ってたんだと、そんな意味が相手に伝わってるんだっていうのが分かって、日本語にはまりましたね。こんなに面白い言葉を使ってるんだなっていうふうに感じて、そこから今日に至るまでの道が始まったと言っても過言ではないようなカナです。ただ聞いていて少し難しかったのと、これを他の国の人が理解するときにどう考えるんだろうなっていうのも一緒に考えてたりはしていて、特に今インドネシアで教えているんですけど、インドネシア語に多分ないんです。インドネシア語にすると同じ文になっちゃう。普通の文とんですかの文を作った時に同じ文になっちゃうから、なかなかそこを理解することが難しかったりするのかなと。で、みんなの日本語を使って教えていても、みんなの日本語の説明だけではなかなか理解ができないみたいで、そういう自分たちの国の言葉にそういう違いがないのに、文章で読んでもなかなか理解ができないのかなと思ったりはしますね。見たり聞いたりしたものに対して情報を求めたり説明を求めたり理由を聞いたりする時の文法です。これ慣れないとできないだろうなとは思いながらいつも授業をしていて、もう今3回授業をしたんですけど、3回とも完璧に完全に理解をしてもらうっていうのはまだできなかったんじゃないかなと思って、毎回ちょっと悔しい思いをしてたので、難しい言葉を使ってでも、動画を撮って翻訳を載せて伝えられたらいいなと。で、あと、僕が授業をしていない生徒もね、たくさんいると思うので、そういった人もなかなか理解することが難しいんじゃないかなと。動画の中でも話しましたけど、N2 を持っている人、N1 を持っている人でも間違えることのある文法なんですよ。聞いていてって思う時が結構多い文法なので、ここはやっぱり全部の意味を完璧に理解するっていうのは相当話さないと難しいんじゃないかなと思いますね。前提に状況があってそれについて聞く、もっと教えてくださいよ、興味があるんですよっていうのが伝わる文法、なんかすごい文法だなって思いますね。日本人は他の文法も N4、N3、N2 とたくさんあって、自分でも勉強しないとね、教えられないので、だいたい授業の前、勉強を結構して簡単な言葉に変えてから授業に挑んでるんですけど、勉強しながら、なんでこんな全部の気持ちに対して文法を作ったんだろうって思うような感じはしますね。多分、これ、こういう文法がたくさんあるから日本人は表情で感情表現をあまりしないとかっていう風になってるんじゃないかなって思うぐらいですね。インドネシアで生活してると声の大きさとか表情とか身振り手振りとかで何とか伝えながら言葉と一緒にね会話をしてるわけですよ。でも僕そんなこと知ってなくて、日本にいる時ももう多分ブランって手ブランって何もしてなくて話してても気持ち伝えられるんですよね、日本人って。マスクしてても気持ち結構伝わるんですよね。今不満を持ってるとか、今喜んでるとか、何かいいことがあったとか、何か聞きたいとか、その時の気持ちが嬉しいのか悲しいのか、全部文法を使って伝えることができてるから、すごく便利な言語であると同時にすごく厄介な言語
ですよね。そこが面白いところで、日本人からしても、ああ、そんな意味があるんだ。で、他の国の言葉を勉強していても、あ、こんなに日本語と違うんだとか、例えば英語とかだと、日本人はイディオムって言ったりしますけど、いろんな言葉を組み合わせて、その表現を作ったりっていうことが多いですよね。文法でっていうよりは、なんか熟語みたいな言葉を組み合わせて感情を表現するような言葉があったりとかっていうのが多いのかなと思うんですけど、日本語はもう文法そのものに意味を乗っけてるので、結構他の言語を勉強してる人からすると使い分けとかが難しいんじゃないかなっていうふうには感じながら毎日教えてますね。日本語のルールっていうところからね教えなきゃいけないので、そこを完璧に教えてから難しい文法の方にチャレンジしてっていうふうにはやってはいますが、それでもこのみんなの日本語が2になったタイミングでもっと勉強するぞって思ったら一発目で「うんですうんですか」が出てきて、やってみたらこれは合ってる、これは違う、この時うんですできます、この時うんです使えないですって言われるんですよ。で日本人からすると意味が6個あるから本当は間違えてるんだけど、奇跡的に違う文法の意味で文法的に正しいみたいなことがあるんですよね。そうなった時に教えるのがまた大変で、これはどうしようかな、どうしたらいいんだろうなって思う日々ですね。なので、僕がもっと日本語を勉強して簡単な日本語で教えられるような状態にしなければならないっていうのと、あと一つインドネシア語を勉強して、生徒がね、わからない時に少しワードを出して助けてあげるっていうのができるようになればいいなとも思ってりはしていますね。そんな結構僕の中では思い入れのある文法なんですよ。この「ん」です。自分が日本語教師になろうって思ったきっかけの授業、もうすごく覚えてますね。形式も覚えてるし、どんな授業だったかも覚えてるし、ノートに書いたことも覚えてるし、すごい、こんなに日本語って面白いんだって。まさか日本人が日本語面白いって思うとは思わなくて。英語勉強してたけど、英語より日本語の方が面白くなっちゃったから、それぐらい、魅力のある文法ですね。あのぜひ学習者の皆さんには使いこなしてほしいなと思います。使いこなせても日本語を勉強している人、日本語を教えている人じゃないと、もしかしたら、それ使いこなせるのすごいねって言わないかもしれないけど、僕たち日本語教師はみんな見てますから、いろんなところで正しく文法を使ってくれたら、その文法よく勉強したねと、たくさん練習したんだねって思いながら見てるので、いろんな国の人、恐れずにトライする習慣があるような国も多いと思うので、本当に恐れずに日本人と一緒に、日本人に会話を、日本人と会話をして、会話するときに文法間違ってたら教えてくださいって言ったら大丈夫な気もするんで、そういったところも踏まえて、みんなに聞きながら、あの、自分が勉強した文法を一つずつ使えるようになっていってもらえたらいいなと思います。こういった動画を作る時のなんで動画作ったんだろうっていうのとか、日本人としてどういう考えを持ってるんだろうっていうこともたくさん話していきたいんですね。で、そういったところを話そうと思っているコミュニティがあります。コージャパンっていう名前のコミュニティをパトレオンで作っています。今、オンラインクラスを5人限定でやっていて、今3人生徒がいて、残り2枠。日本語を普通に話すだけでもいいし、なんか小説とかテキストがあったら、先に教えてもらって一緒に1時間勉強するとかでも大丈夫。JLPT のためにでもいいし、会話のためにでも OK です。何か気になることがある人がいたら、私に DM を送ってください。であと、スタンダードコースっていうのがあって、これからポッドキャストとか、こういう軽く話している動画を撮って投稿していこうと思っています。なかなかね、テキストだけだと昔の情報だったり、新しいことがなかったりするんでね、そういったものも吸収しながら日本語を聞く練習をして、自分の考えを発信する場所として、こういうコミュニティを使ってもらえたらいいのかなと思います。日本語を勉強してる友達もできると思うし、私とももちろん友達になることもできますし、
まあ今後、日本に帰るかもしれないので、その時にもし会えたら、ご飯行ったりね、遊んだりできたらいいなと思うので、まあ、そういったところも踏まえて、日本語の勉強が楽しくなるようなコミュニティを目指して今やってますので、もしよければ参加してみてください。1週間無料で、1ヶ月の料金は5ドル、日本円だと750円ぐらいかな、です。まあ、本を毎月買ったり、オンラインクラス注文するよりはすごく安いと思うので、まあ、試しに入ってみてください。そして一緒に日本語を勉強しましょう。今日の話はこれぐらいにしようと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。